報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第21話黒櫛の最後の言葉。ズバーン。風が方向し、あの斬撃が騎士の黒鎧を正面から両断した。鎧ごと肉を裂き、深く刻まれた列状から黒い光がほとばしる。ぐおー、重々しいうめきが響き、黒櫛の巨体がよろめく。次の瞬間、崩れ落ちるように膝をつき、ずしんと地面を揺らし沈黙した。夜の風が嘘のように静まる。やった。ユーマは荒く息を吐きながらペン先を下ろす。黒櫛の身体はもう二度と動かない。確かな手応えが腕に残っていた。倒した。やったにゃー。言いなが尻尾を高く掲げ、嬉しそうに駆け寄ってくる。彼女の方は血と汗に汚れていたが、その笑顔は満月よりも明るかった。はあ、危なかった。ユーマは膝に手をつき、息を整えた。震える手に残る感覚は恐怖ではなく安堵だった。いいな。ありがとう。あの矢がなかったら最後の一撃は決まらなかった。当然にゃ。私がいなきゃ。ユーマは今頃ぺしゃんこにゃ。いいなは胸を張り、得意げに耳を立てる。その仕草にユーマは思わず笑みを漏らした。ああ、正直驚いたよ。ふふん。もっと褒めてもいいんだよ。まあ、最後に決めたのはユーマの作った矢だけどね。尻尾をふわふわと揺らしながら満足そうに胸を張る。ユーマはそんな彼女に苦笑しながらも改めて彼女の存在の大きさを実感していた。そして倒れた黒鎧の騎士を見つめる。一体こいつは何者だったんだ。ユーマは静かにつぶやいた。戦いは終わった。しかし疑問が残る。この村を襲った魔物たち、そしてこの黒鎧の騎士、彼は何のためにここに現れたのか。これで終わりなのか。しかし違和感があった。倒れたはずなのにどこか釈然としない。そして戦場の緊張がほんの少しだけ解けた。その瞬間だった。ズズズ。黒櫛の身体から黒い霧がまるで生き物のように這い出した。それは地面を這う蛇のように広がり、ゆっくりと形を成していく。まだ終わってないのを言いなが矢をつがえる。ユーマもとっさに構え直した。霧はゆっくりと立ち上がり、音の形をなす。鎧を失ったその残死とも呼べる影がゆらりと顔を上げた。見つけたぞ。空気が一気に冷える。それは声というよりも意識の奥に直接響くささやきだった。ユーマの背筋に氷のような感覚が走る。見つけた。俺を進化の力を持つ者よ。やがて全てが霧の中の影はまるで嘲笑うように口元を歪めた。その姿は掴もうとすればするほど霞み遠ざかる。何々を言ってるんだ。ユーマが叫ぶが霧は答える気配すらない。ただ不気味に揺らめきながら言葉を紡ぎ続ける。川待つ。その声は何かを突きつけるように鋭く、しかしどこか遠い。まるでこの世界のものではないかのようだった。お前見ている。最後の言葉とともに霧は風に溶けるように消えた。まるで最初からそこに存在しなかったかのように静寂だけが残った。ユーマは剣を下ろし、深く息を吐いた。胸の奥で何かがざらつくように薄く。今の一体何だったんだろう。リーナが不安そうにつぶやく。わからない。だけどこいつは俺を知っていた。その言葉にリーナも眉を細める。つまり今回の襲撃は最初からユーマを狙ったものだったってことをかもしれない。それともただの偶然か。ユーマは剣を握りしめたまま空を見上げる。どこか遠くで誰かが自分を見ている。そんな不気味な感覚が彼の胸をざわつかせた。俺の力を警戒しているのか。逆に言えばそれだけ脅威に思われているってことなのか。何かが動き出してる。俺
る恐る外に出て、破壊された村の姿に息を飲んだ。だが、その目は絶望だけではなく、希望の光が宿っていた。本当に、倒したのですか？村長が震える声で尋ねる。ユーマは肩越しに、黒鎧の騎士が倒れていた場所を振り返った。危険は去りました。もう村を襲うことはありません。そう断言すると、村人たちは一斉に歓声を上げた。やったぞ。本当に助かったんだ。ユーマさんとリーナさんが私たちを救ってくれたんだ。ありがとう、本当にありがとう。子供たちは歓声を上げ、大人たちは涙を流しながら感謝の言葉を紡いだ。その光景に、ユーマは少し気恥ずかしさを覚えながらも、心の奥で大きく安堵した。やったんだ。無事に守りきれたんだ。イーナがユーマの隣で、誇らしげに胸を張る。当然にゃ。ユーマはすごいんだから。いいな。お前もな。あの矢がなかったら、俺はあの騎士に敗れていた。ユーマがそう言うと、イーナは得意げに尻尾を揺らした。もっと言ってくれてもいいんだけど、そんなやりとりをしていると、村長がゆっくりと近づいてきた。ユーマ殿、イーナ殿、本当に感謝してもしきれません。村長が深々と頭を下げる。その後ろでは、村人も感謝の意を示すように頭をしだれていた。あなた方がいなければ、我々はこの村を失っていたでしょう。ユーマは少し戸惑いながらも、首を振る。俺たちはただ、目の前の鳩を助けたかっただけです。それに、村のみんなが力を貸してくれなかったら、俺もリーナもあの黒串に勝てなかった。それでも、あなた方は我々の命を救ってくださった。どうか、この村の感謝の印を受け取っていただくたい。そう言って村長は、ユーマが使った風切れの刃を差し出した。この剣は、もともとこの村を守るための護符のようなものですが、今、それを持つにふさわしいのはあなたです。ユーマはしばらく迷ったが、ゆっくりと剣を受け取った。ありがとうございます。この剣の力、必ず役立てます。彼の言葉に、村人たちは再び歓声を上げた。その後、ユーマとリーナは村人たちと共に復興の手伝いをした。倒壊主体への瓦礫を片付け、負傷者の手当てを手伝い、傷ついた家畜の世話をする。村人たちも、一人一人が力を合わせ、懸命に立ち上がろうとしていた。そんな中、ユーマは黒串との戦いを振り返っていた。影が囁いた。最後の言葉。川、松、確かにそう聞こえた。まるで、この先に何か重大な運命が待ち受けているかのように。ユーマ、なんか難しい顔してるにゃ。イーナがそっと隣に寄り添い、声をかけてきた。あの言葉が、どうも頭から離れなくてさ。イーナは小さく首をかしげ、ふさふさの尻尾を軽く揺らす。でもさ、誰がどんな理由で待ち構えようと、ユーマの力は誰かを守るためにあるんじゃないかな。そう思うにゃ。そのまっすぐな言葉に、ユーマの心はふっと軽くなった。彼は小さく笑う。わわん。確かにその通りかもな。いいな。いつもありがとう。イーナは得意げに胸を張り、にっこり笑った。数日後、村の復興がある程度進み、村人たちの暮らしが落ち着く始めた頃、ユーマとリーナは次の旅に出ることを決めた。ありがとう。ユーマさん、イーナさんも、元気でね。村の子供たちが笑顔で見送る。村長も、ユーマの肩に手を置いて微笑んだ。この村を救ってくれたこと、決して忘れません。村長の
事実です。尊重の真剣な眼差しと力強い言葉に